2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。2007年にこんなスレが立ちました。ニートで無職のイッチは突如母親からお見合いの話を持ちかけられ戸惑う。興味はないものの母親の意向に逆らえず嘘800のプロフィールでお見合いに臨む。嘘のお見合いから物語へ進んでいく。ロリオタプーの俺が8月5日仏滅に見合いした。はい、腹の底に溜まったもんを吐き出すチラシ裏スレですよ。わいわい。7月のケツにいきなりおかんがあんたのお見合い決まったからなどとのたまう。やだと素直な気持ちを述べたら、ネットと携帯の解約と小遣い停止をほのめかされる。やむなく承諾。無職で見合いってどういうこと？光の玉なし仲間なしレベル1でゾーマに挑むようなもんだ。俺女が見合ってはっけよいってこと？ BGM はドナドナ。どうやってバラモス倒したのかと。とりあえず説明を頼む。プーの俺によく相手がいたなぁとおかんに尋ねると、最近のお見合い業者はすごいとしきりにその手腕を褒めておった。どんなアレな人間でもとりあえず見合いの席を設けることは可能らしい。ここで初めて写真で相手の顔を見る。頬がこけた大田光という第一印象。生活能力のない無職が見合いするなんて無謀じゃないのってことじゃね。鍛え上げ。礼服一式を用意することになったが、数年ぶりに引っ張り出したスーツは腹回りが全く入らなくなっていた。おかんから5万もらって紳士服のブルーマウンテンへ行く。葬式結婚式にも使えるなるべく安いのを買う。計一致8000円。残りは着服した。わくてか。スペッコよこせ。いや母ちゃん問題は見合い相手がいるかどうかじゃなくて、仮の仮で結婚できたところで、どうやって生活を、そうか、無職のダメ息子を引き取ってくれる家を探してたのか、母ちゃん。着服わら。帰宅すると見知らぬおばはんがいた。見合い業者のアドバイザーと名乗る見合いの流れやら作法やらを教わった後に、俺の趣味やら好みの音楽、学校生活の思い出等々いろいろ聞かれる。プロフィール捏造のためやら相手から聞かれた時の対応などを事前に決めておくもんらしい。以下そのやり取りの一部。趣味はゲームとアニメ鑑賞、あとは映画を見に行きます。じゃあゲームとアニメは省いて映画鑑賞だけにしましょう。どんな映画見ます？ CG 使いまくってる派手な映画。じゃあ主に SF ってことで。高校や専門学校の思い出は？サボり魔だったんで特には。スポーツは得意でした？いえ。じゃあ文化祭が楽しかったぐらいで良いですよ。バイクを所有されてますね。ツーリングとか行かれます？ほとんど近場への足ですね。でもツーリングによく行くってことにしましょう。バイクに憧れる女性って多いですよ。こうして俺のプロフィールは嘘800が並べ立てられていった。なんという見合いの真実。俺も将来こうなるのか。これ真実を知った時相手がどう出るかが見ものだな。すごい展開になってきた。面白い。それを前に聞く必要性皆無だろわら。必要ないというかおばはんはそれでネタ集めてんじゃね？ほらの材料集め。対応も決めてるみたいだし、一致に聞く必要はある。しかし、ロリコンオタクプー何この負のトライアングル。俺はプー以外2つ当てはまるな。こうして出来上がった俺のプロフィールは、学生時代は文化祭に熱を入れるお祭り野郎。本当はいつも早々に老けていた。休日にはよくツーリングに行く。バイクで30分のアニメイトにはよく行く。専門学校時代はコンピュータプログラムを学ぶ。金で入れる専門学校で遊び回った挙句、半年卒業延期。
動物が好き。これは本当だが世話は家族に任せっぱなし。女性の好みはおとなしい人。それで15歳以下ならなおよし。将来の目標はプログラマー。大嘘。2ちゃん等で聞く限りは俺には務まらない職業。子供好きなので結婚後は子供に優しい父親になれると思う。子供は好きです。性的な意味で。こんな現実とかけ離れたナイスガイが出来上がってた。寺居職わら。お祭り野郎で吹いたわら。すごい詐欺わら。でもプログラマーって時点でオタクってイメージだよな。でも無職の男なんて普通お見合いできないと思うお。相手の女が一番気にするのって年収だもん。よって釣り確定。逆に考えるんだ相手が不女子だと。そんなジジババ付き無職と好き好んでお見合いする物好きはいないとわら現実を見るんだ。規制わら。どっかの資産家の娘でもない限り一致が選択肢に上がる可能性は低いと思うんだが、実はおばはんが相手の母だったりしておばはんが一致に惚れたから娘をと。その後お見合いの形がどうなるかの説明を受けた。俺的には見合いといえば料亭の一室で向かい合ってご趣味はというステロタイプなものしか頭になかったが、今回の見合いではなんとリゾートホテルの庭園のオープンテラスでフランス料理を食いながらお見合い。食事後は庭園を散歩しながら2人で談笑という俺のシミュレーションパターンに存在しない条件で行われることが判明。テーブルマナーなんぞははるか昔に一人でできるもんが教えてくれた。ナイフとフォークは外側から使う以外の知識がない俺は正直焦った。そんな俺にアドバイザーのおばはんはじゃあこれをどうぞと一本のビデオを渡してくれた。タイトルはお見合いの席で失敗しないテーブルマナー洋食編。中華編とか炒めし編とかもあるんだろうか。とりあえずその日から毎日2時間はテーブルマナーの勉強をすることになった。相手もお前同様、現実とかけ離れたナイスガールなのでは。一人でできるもんわら。資産家の娘ならなおさらねえだろわら。とりあえず俺が学んだこと。パンは手でちぎって食え。トウモロコシは臨機応変に食え。フィンガーボールの水を飲むな。骨付き肉は手づかみ厳禁。落とした食器は自分で拾うな。食うことよりも話に集中しろ。がっつくな。ゲップするな。閉国な。しっこおんこは極力我慢。フランス料理って辛い食いもんなんだな。やべえ女の見合い写真すら虚食にまみれてそうだわら。ちなみに一致と見合い女のスペックープ。いいからわら早く先をかけわら。トウモロコシは臨機応変に食え。なぜかわろたわらわら。ワクテカしてるのにじらされてる。悔しい。もう一つ辛いお達しだったのが、当日はもちろん前日からタバコを吸うなってのだな。犬猿の女性が多いんだとさ。そこで吸わなくても後々付き合うことになったら絶対にバレるだろう。つうかその方が印象悪化するだろう。その思いをおばはんにぶつけたら、そこは2人で話し合うとかあなたが努力するとか。つまりは見合いの後は知ったこっちゃねえってことだな。この会社のパンフに書いてある結婚率8割以上をジャロに調べてもらいたくなった。もしくは離婚率の調査とか。では見合い相手のプロフィールが来た時の話。プロフには履歴書みたいに顔写真貼ってあるんだが、その顔がお見合い写真の顔とちょっと。ぶっちゃけ言うなら5歳は老けてた。目の下の麻薬患者のようなどす黒いクマがすげえ気になった。この写真はなしだろうって気配が伝わったのか。おばはんがすかさずフォローに入る。光の加減ってやつよ。大丈夫、実物は可愛いから。鬼のように嘘くさかった。ついでに相手のプロフの一部、思い出せる範囲で紹介。趣味料理、
得意なのはカレー、インドア派、休日はよく映画を見に行く。この項目をおばはんに投資される同じ映画好きでも、見るジャンルが違えばどうにもならんと思うが、好みのタイプは知的な人。小5の算数ドリルに手も足も出ないド低能なんだが、結婚後の夢は広い庭でガーデニング。うちのジャングルのような庭ならさぞやりごたえがあろうに。なんか自分のプロフ作成の裏側を見たから、相手のプロフをまるっきり信用できなかった。不女子じゃね？顔を考えろよ。明らかに外れだな。笑ってみての印象はどんな感じ？トントンと進めて見合い当日行ってみよう。ホテルの庭園に通されたらテラスどころか、広い芝生のど真ん中にテーブルと椅子があることにビビった。だってホテルから丸見えの位置だから。上階の窓から下を見たら間違いなく見合い風景を見れる。ものすごい落ち着かない。つうか業者もホテルも場所考えろ。着慣れないスーツ、丸見えの席、初見合いの緊張とストレス三重苦で胃がキリキリ痛んだ。やめときゃよかったって3億回くらい脳内リフレインした頃に、ようやく相手方の家族が到着。その第一印象は向こうのお父さんリーゼント。これは終わった。リーゼントはなんでもないようなことが幸せだったと思う音符。父さんはそっちの人っすか？もう相手の女性よりもお父さんのリーゼントに釘付けですよ。標高10センチは余裕であった。つうか見合いの席でリーゼント？ドキュン一家とこれから最低2時間以上は顔を付き合わせるのかとげんなりした。席について簡単な自己紹介。はじめまして〇〇です。はじめましてバツバツです。テラアニメ声。つうか光の加減関係なく目の下にははっきりクマができてた。実は声優志望か。とりあえず高望みはしちゃいけないぞっていう。オケ把握。婿入りでもなければ無職で即アウトだよな。遺伝子さえなんとかなればいけると思ったんだが、甘かったか。声しか聞いてねえよ。相手の条件で A が資産家って部分に合致したのでは。逆に考えるんだ。見合いの席にリーゼントで来る親父さんなんて、ファンキーで楽しいじゃないか、と。ある意味萌え要素。リーゼントの衝撃が収まる頃には、再び胃の痛みが再発。その後は自分の心を守るためにひたすら妄想に埋没しながら、時折こちらに向けられる話に、まあ、はい、はははの4つを巧みに使い分けてなんとか時間が過ぎるのを待ち続けた。どうせ失敗する見合いだからと1ミリたりとも身が入ってなかった。席についている時間の大半は泉こなたと見合いをした場合の脳内シミュレーションに割かれたね。ニコチン切れて頭がぼんやりしてきたんで買ってくる。リーゼント型のフランスパン、ちぎって食べるのがマナー。間違えて岐阜のリーゼントをちぎる一致。そういう可能性もあるのか。なぜか不覚にも吹いたその後虚しくなった。スレタイで吹いた内容を見て現実を知った。ていうか仏滅かよこの時点で成功させる気があるとは思えん。最初から読んできた。一致は家政婦なり主婦なりとして求められているのでは。じゃなきゃ無職で見合いってわらまさか職業まで捏造し火薬。今がその時だというわけで再会。始終ぼっとしながら飯食ってたわけなんだが、唐突にリーゼントから話を振られたんですよ。プログラマーの年収とはどれくらいのもんですか？きたー。もちろんプログラマーなんぞビタ一目指していないから、その年収なんぞ知らねえ。今まで活動停止してた脳細胞を必死に回転させて、2ちゃんのプログラマースレの内容を思い出そうとするが、
頭真っ白になって何一つ出てこない。適当に言うにしてもどんぐらいの金額が無難な額なのかも。皆目見当がつかない。だってニートだから。そんな俺が最終的に導き出した答えが800万ぐらいですかね。おお、なんとか乗り切ったと思う。多分おそらく。カオスの引き金引いたな自分に向かってわら。見えはるなよわら。嘘800矢印800万効果。ほーん。詐欺来たこれ母親はなんで無職でお見合いさせようと思ったんだわら。年収300万の世界とかって聞いたんだけども。かつ6時間家で寝られたら高待遇とも。下請けなら普通に300、500程度。ちなみにこの食事の間、相手の女性以下偽大太は始終無言。ただ黙々と目の前の食事を食べ続け、こちらとは目も合わそうとしない。俺はこの態度を明らかに乗り気じゃないと判断。お互いに乗り気じゃないならしょうがないと遠慮なく妄想にふけりまくった。お互いの親同士は結構話が弾んでたので、もはやこの席が誰の見合いなのかわからんようになってた。最初の方こそなんとか俺と大太に話をさせようとしきりに話題を振ってきたアドバイザーのおばはんも、最後の方には諦めたのか親同士の話題に混ざってこっちには全く見向きもしなくなってた。嘘の38と言ってだな。とっさに出てくる数字には3と8が多いもんなんだ。つうか普通見合いより先のプロフでさ年収って項目あるだろ上皇。俺はプログラマーを目指してるという設定だったんよ。つうかこれにしたって現状無職なんだから、なんで見合いをさせようと思ったのか我が親ながら理解不能。熱くなれ、夢見た明日を必ずいつか捕まえる。走れ出せ、振り向くことなく冷たい夜を突き抜けろ。歌い出したわら。ゲッターはやっぱチェンゲだよね。ここまででドラマ1話分いける。つうか頑張ったお前はよく頑張ったよ。で、続きは？そうこうしているうちに最後のデザート食い終わって、じゃあそろそろ2人だけで。なんて言われて送り出されたわけですよ。庭園の中の道を大太と2人でとことこ歩きながら、最初の5分くらいは全くの無言、ミュート、サイレントワールド。こういう場合は話題を振らなきゃいかんのかななどと考えながらも、それでも何を喋っていいのかわからず、ひたすらにとこ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 。しばらく歩いたら庭園の奥に錦鯉が泳ぐ池が見えた。その途端、池だ。池ありますね。見事に池でハモった。お互いに顔を見合わせて苦笑い。思えばここで初めて実物の大太の顔を正面から見た。しばし池のたもとで濃い鑑賞。大きいですね。そうですね。何食べるんでしょうね。芋らしいですよ。ああ、お芋ですか。鯉釣りの餌に芋羊羹の親戚みたいの使いますからね。釣り好きなんですか？いえ、漫画の知識です。釣り吉三平。あ、お父さんもその漫画持ってますよ。ここで父と言わずお父さんというあたりに何か知らんがときめいた。その後も鯉を釣るには何日もかけて餌をまいておびき寄せる。鯉の年齢は鱗の模様を見ればわかるなどの三平直伝の鯉トリビアを披露し、しばし和やかに談笑。何いい雰囲気になってんだわら。いい感じじゃないの。気晴れ。最後まで話聞くぜ。ゲッゲッゲー。若い命が真っ赤に燃えて、ここまでは確かに良い雰囲気だった。だがここで俺の悪い癖が出た。ぶっ壊したくなったのだ。所詮この見合いは茶番にしかならんと分かってたから、どうせダメになると分かってたから、正直さっさとケリをつけて帰って寝たかったから。俺は池の鯉を眺める大太に何の脈絡もなく言ってしまった。俺ニートなんですよね。わら、
フラグバキバキわら。ついにカミングアウトしたか。今後の展開に期待。お前ってやつはわら。何の脈絡もなくカミングアウトすんなわら。これはワクテか。これは唐突すぐるわら。見合い相手は訴えてもいいんじゃないかわら。偽大田の反応にワクテかわら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 。ピザと偽大田光がお見合い。結構お似合い。ピザがどうでもよくなってプロフィール詐称暴露。自らカムアウト。クロスファイクロスファイ。揉んで叩いて弾劾を。なんかわけわかんないですよね。いきなり見合いしろとか。は引いたでしょっつうか、よく俺と見合いする気になりましたね。どうせダメだと暴言吐きまくり。こん時の俺は人類最低のゲス大マジ。あとは、じゃあ帰りますか、と、さっさと引き上げるつもりだったが。あ、知ってましたよ。はい？わら。知ってたのになんで見合いすんだよわら。これは様子れ。じゃあ親父は、一致が本当のことを言うか試した？これはずっとあなたのこと見てましたからというホラー展開か。聞いてませんでした？何をですか？食事の席でアドバイザーさんがそれとなく言ってませんでした？すいません、聞いてませんでした。脳内で泉こなたと見合いしてたもんで。出会いがない2人に強制的にお見合いさせてやる気出させようっていう。ちょっと。恋愛でもすれば仕事をやる気にもなるんじゃないかって。じゃあ。はい、私もそれで。はいはい、そうね、そういうことね。あーだのだのが多いのは、昔ながらもテンパった時の癖です。この時の心境は、測ったな巧妙。どうせ相手も嘘プロフで固めたオタとか2ちゃんネラーとかだったってオチでしょ？ニートが2匹わら。自宅警備員楽しいです。いい展開になってきたな。最大の共通点じゃないかわら。つまり2世代多も NET ってことか。うちの PC は唐突に処理が重くなるので遅いのは許せ。それでも一体この僕に何ができるって言うんだ。箱庭の現実を変えるために何ができるの？この後互いの正確な情報交換。スペック、短大卒、家事手伝い、ガーデニング興味なし。主な収入は小遣いと老人。目の下のクマは写真を撮った日が修羅場明け。とりあえず面白そうな体験ができそうなら何でもやってみる人。最初は冗談じゃないと思ったんですけどね。まあ断ればいいかと思って。俺も。ブログ嘘っぽかったでしょ？俺のもでしょ？この顔でありえねえって。すいません。いいんです。偽は正直な人でした。フラグ立ったんじゃね？これ。オタクの女の方でしたかわら。でもさ、正直だし楽しそうな人だし何か良くないか？この2世代だ。こういう性格って、すごくいいと思うぞ。同人女かよわら。同人って同じ趣味きたこれ。気が合いそうだなかえって。もう結婚しろわら。そうだ、今すぐ結婚しろわら。最初のデートは仲良くハロワわら。最初のデートはコミケだろ？コミケでいいんじゃね？初デートわら。真面目な話趣味が合うのは大事だぞ。一気に応援ムード。日が強くなってきたので東屋に移動。偽がベンチに座る前にハンカチを敷いたらと笑って俺の鼻油べっとりのハンカチ上に着席。素直に座られると思ってなかったので驚き。その後互いに両親の愚痴やら仕事が見つかんねえ等をだらだらと談笑。バイク持っているんですか？ど中古ですけどね。さすがホンダだけあって丈夫です。本当にツーリング行くんですか？無理。振動すごくて長時間乗ってたらケツが液状化します。液状化とか
カレー得意って本当ですか？カレーにはこだわりますよ。スパイス調合とか楽しいし。本格的なんすね。同時に描くときにメンバーに振る舞って活力にするんですよ。コミケとか行くんですか？同人で。うちは委託ですね。端っこに置かせてもらっているぐらいで。楽しいひとときでした。想像して吹いたわら。いい雰囲気じゃねえかわら。お前もう結婚しろ。こんな幸せな時間、この大太としか実現できないぞ。寺尾高いわわらわら。まあ待てよ。まだリーゼントがいるぞ。わらお前らお似合いだわら。結婚しちゃいなわよ。心置きなく話せてるじゃねえかわら。おたの親がなんでリーゼントなんだ。すげえ二人とも気が合ってる二人を合わせたおばちゃんすごすぎる 80% は伊達じゃないってか。話題は両親へ。失礼かもしんないですけど、お父さんの髪型ってあれね、気合い入れるときいつもあれなんですよ。びっくりしました。あれ底上げしてるんですよ。は？ポコッと盛り上がっている下はすっかすかなんです。全然見えませんでしたよ。熟練の技ってやつですかね。でもお風呂上がりとかカッパですよ。すいません。見ます？そう言って携帯の画面を見せてくる。そこにはお父さんの頭頂部が光り輝くストーナーサンシャイン。すごいでしょ。リーゼント作るために前髪伸ばしてるんですよ。カッパでしょ。どう見てもカッパでしょ。腹筋ちぎれそうになりました。お前ら仲良すぎだろわら。お前らもう付き合っちゃえよつーか結婚しろ。普通の朝が遠くに消えていく。瞳をそらさないで走れよ。誰かのために何かができるはず。心が躍り出すよ。ふと気がつくと東屋から食事してた席が見える。互いの両親がにこやかな顔でこちらを見ていた。どう見えてるんでしょうね。お見合い大成功とかじゃないですかね。こうなったら本当に付き合いますか？言った瞬間、頭が沸騰しちゃうようなくらいの勢いで一気に血が上ったのが分かった。なんでこんなこと言えたのか俺自身不明。もうかなりびっくりした顔してた。すいません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 。とっさにその場に土下座して謝った。いつもこれだった。調子こいてボロッと余計なこと言ってぶち壊し、俺終わった。土下座、いくらなんでもやめれわら。情けなさすぎるわら。両親も赤っ端だよバカわら。超電導のこの力無限大鉄人28号。いや無理。はい、完全に終わった。直前でやめてれば良い思い出だったのに。たった一言で見合いの記憶は黒歴史入り。土下座しながら泣きそうだった。この空気を打開するためなら池の鯉でもボリボリ食えそうだった。わけわからんがその時は本気でそう思った。脳内で過去のいらんこと C の走馬灯リフレイン。この瞬間は今思い出してもいいってなる。ちょっと自重のために壁殴ってくる。即答わら。あれ大太ダメじゃんわらっぺべわらてら冷静わら。まあピザな自分を恨め普通面ならまだ希望はあったろうに。いや、やっぱ無理まあ無職じゃな。あの日交わした約束は砕けて散った。激しく儚い記憶のかけら。一瞬にして身も心もボロボロになって立ち上がった俺の前で携帯をいじり出す。もうダメポな息分全開で東屋を後にしようとしたら、アド交換しましょうよ。アド交換一応の礼儀作法。飲み会の最後に交換されたアドからかかってきたことなど一度もない。どうせこれで最後だからと携帯を取り出す俺には言ってくれた。何にも知らない人とは付き合えませんから。まずは今度遊びに行きましょう。泣いた。ついでに屁が出た。フラグ立ちまくりわら。
ピザポテトやったじゃん。フラグビンビン物語だよ。突き落としてあげる作戦か。あれ？何このあれ？あれか9回裏一塁。西三塁で内野フライ打ち上げたけどピッチャーエラーで同点みたいな感じか。今度遊びに行くイコール秋葉原とかが在外に行くとか。スタンダッド・ザ・ビクトリー。この向こう側に何もなくても構わないから、かけがえのない君の優しい笑顔抱いて。今年まだ海とか行ってないんですよね。行きましょう。友達と一緒でもいいですか？いいです。バイク二人乗りってできましたっけ？ 250cc ですから大丈夫です。じゃあお盆明けにでも。はい、本人の目の前でガッツポーズしてしまった。その日の朝にはこんな展開になるとは思いもよらなかった。なんか知らんが最高に嬉しかった。この時期今度遊びにといえばコミケだろな。友達と一緒なのに、二人乗りとは？要約すると、抱いた友達と海行くからバイク貸せこんな感じかな。悔しいピザのくせに。ガチ泣きしそうになった。夏にピザの後ろに乗りたくないわ。ピザ×ピザが250のバイクに乗ってるの想像してみ。バイク壊れちゃうわらタイヤ大丈夫なん？足取りも軽く、東屋から戻ってきたら両親が出迎え。いい感じだったな。なんでしゃがんでたの？いや、なんか虫がね。それで何が？どうだったの？お盆明けに遊ぼうって遊ぼうってそんな子供みたいな。言うてやるな。こいつにしちゃ頑張ったじゃないか。おう。そこら辺で互いに別れの挨拶して帰路に着いたんだが、駐車場で車に乗り込むところだったが、こっちに気がついて手を振ってくれたのでこっちも振り返した。それに気がついた親父がニヤニヤ。本当にいい感じだな。まあな、この調子で就職も頑張れ。現実が襲ってきた。逃げられない。でも今は立ち向かえそうだった。この調子で就職も頑張れわ。戦え機会を信じる者の名は、夢と希望と友情と無敵の力で輝く者の名は超高戦記機会を。あれからもう1週間経とうとしてるわけだが、偽とはちょくちょくメールしてる。遊びに行く日程は18、19のどっちかになりそう。まだまだ始まったばかり。これからどうなるか皆目不明。だがとりあえず今はなんか幸せ。トッピンパラリのプー。その日程は本当に海なのか？海の近くにある場所じゃなくて。海に行こう矢印有明ビッグサイト8月18日矢印コミケ2日目不女子デイ8月19日矢印コミケ3日目言わずもがな。これは来たかもしれんね。ところで、18か19って、コミケの日程じゃね？海イコール台場イコールコミケ。おまわら幸せなのはいいが、書いてる腹の底に溜まったもんって何よわら。次すれ、ウルヤタプーの俺が8月19日戦勝に海に行ってきた。これまでのあらすじ、見合いに予定日決まったよ。お父さんがリーゼントを。息ありますね。すんません。お盆明けに遊びに行きましょう。そんな真実はいらない。というわけで19日に海に行ってきた。間違いなくこの夏最大のイベントになるであろう前日。ドキワクして眠れないこともあり、24時間テレビを流し見しながら夜が明けるのを待ち続けた。この日のために事前の準備はバッチリのはずだった。相葉 CD250U25 年ものの尻にはタンデムシート搭載。真っ白な肌をさらさないために毎日2時間は日に当たった。1
1日1回のブートキャンプを2回に増やしてシェイプアップもした。泳ぎは得意ではないが、毎日湯船の中で息止め練習もした。ひげも剃った、爪も切った、金も下ろした。さあ、いざ来たれ19日と万全の心構えだった。そして明けて翌日、カーテンを開いた窓の外には抜けるような曇り空と小雨が降っていた。ある意味絶好調の出だしだった。天気予報は県内全域で曇り、ところにより雨。前日までも灼熱地獄が嘘のように冷え切った朝の空気。26歳ニートの俺に対するご先祖様の罰かと半ば本気で思った。真っ白な曇天を見上げて途方に暮れる俺の携帯へ偽からのテルが入る。どうします？どうしましょうか。見合いの日からたびたび連絡を取り合い、携帯のつながり上はだいぶ仲良くなった俺とだが、生の顔合わせはあの日以来なし。ここで中止になるのも寂しい気がしたので、とりあえず準備だけはしていることを伝えると、待ち合わせ場所に集合した時点での天気を見て決めようという話になった。小雨降りしきる中、ぐずる相場のエンジンをなだめすかしながら、俺は待ち合わせ場所であるポートタワーへ向かった。誰もいないようだが、20日に報告すると約束したので、とりあえず最後まで書くよ。さ、寂しくなんかないんだからね。覚えてるよ、わら頑張れ。北2世代溜まってたぞわら。ホス、前のスレタイにしたらよかったのにな。ビルの街にガオ、夜のハイウェイガオ、ダダダッと弾が飛ぶ、ババババッと破裂する、ビューンと飛んでいく鉄人28号。ちなみにこの日は偽が友達たちを連れてくることになっており、その人たちとの初顔合わせもドキワク要因の一つだった。彼らもバイク乗りであるという話を聞いてから、ロー相場の整備清掃は毎日念入りに行った。バイク乗りの端くれ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 としても、相棒が笑われることだけは避けたかった。25年の間に積もった全体の錆落としはコストと手間がかかりすぎて断念したものの、それも風格と割り切れば相場はどこに出しても恥ずかしくない仕上がりであった。そんな自身をみなぎらせた俺が待ち合わせ場所で見たものは、皆さんビグスクっすか。俺浮き決定の瞬間だった。ほほう、それでわかるわら。最初は他のツーリンググループと思いたかったが、どう見ても周囲には他の二輪集団はなく、また徐々に近づくにつれてグループの中に紛れもない偽の姿を見つけて観念。ピカピカのビグスクたちの横にサビサビの相場をつける。俺と相場に注がれる視線が痛い。ヘルメットを脱いで開口一番、から元気いっぱいに、どうも〇〇です、今日はよろしくお願いします。皆さん瞳の奥にうわという文字を浮かべつつも、笑顔でよろしくなどと言ってくれる偽も笑顔ながら、これが〇〇さんのバイクですかと語尾が消え気味、骨董品のビジネスバイクにまたがったメガネピザ26歳がどう見えているかなどと考えたくもなかった。この場からバイクごと海へダイブトゥーブルーでもすれば受けを取れるかななどと乾いた笑いを浮かべながら思う。ここからが本当の地獄だと脳内の甲浦木少尉がささやいた。コンバイン12345出撃だ。2世代たは素直だからなわら。これか。すっかり忘れてたわら。唐突にメンバー紹介。1号車フォルツァ黒。馬主の第一印象は茶髪の花沢さん以下花沢。2号車フュージョンオレンジ。馬主は俺と同タイプ、親近感が湧く角刈り。馬主は俺と同タイプ、親近感が湧く
角刈り以下角、3号車 PS250 緑。馬主はちっこい人、第一印象はこけし以下こけし。二血するのは偽。俺と二血という淡い夢が絶たれてへこむ。4号車 CD250U、 言わずもながら俺。くしくも皆さんホンダ党だが、それでも補いきれない肩身の狭さ。この時点で帰りたい空気ビンビンに発していた。待ってたぜわら。もう少し遅かったら、呼び出しすれ立てちゃうところだったわら。振り向くな、涙を見せるな、 I get the power of love。 明日を取り戻すんだ、ゴング鳴らせ。今こそ立ち上がれない生身の戦士。メンバーからの見合いの日について質問攻めに遭う。和服の偽さんどうでした？すごく綺麗でした。どんなこと話しました？恋とか芋とか三平とか。みせちゃんの第一印象どうでした？抱いた、可愛い人だなって。偽は褒めると素直に照れる、素直に可愛いと思った。こけしだけは話に加わらず、ちびちび缶コーヒーをすすりながら俺の相場をじっと観察。雑談も終わる頃には雨も上がり、相変わらず曇りではあるものの、それなりに気温も高かったので、行くだけ行こうと、とうとう出発の時を迎える。皆さんが自分の相場のエンジンをかけ始める頃に、こけしが俺の元にやってくる。どこにお住まいですか？この辺ですけど、ちっこい、こなた見て。ダメですよ、海に近いとこなら錆対策はしっかりしないと。まめにやってるんですけどね、何せ20年選手なもんで。良い錆取り剤ありますよ。私もう一台持ってるんですけど、それでよく使ってます。かなり良いですよ。そんなありますか。好みの身長だ。俺に弛緩されてるとも知らずに錆取りについて熱く語るこけし。浮気者め。嫉妬するわら、よかったな一致わら。分かってました。分かってましたとも。80年代産と21世紀産の性能の差ぐらい。赤い3倍の人は MS の性能差がうんぬんとか言ってたが、じゃあおめえ旧ザクでガンダムに勝てんのか？もはやそれくらいの差ですよ。走り出してからあっという間に置いてかれましたよ。80キロ越すとケツに液状化を起こしそうなほどの振動を与えてくる相場では、トリプルビグスクに太刀打ちできません。海沿いのどこまでもまっすぐな道の先で、豆粒ほどの3台の後ろ姿を眺めながら、知らず知らず歌っていた。世界中を僕らの涙で埋め尽くして、やりきれないこんな思いが今日の雨を降らせても、悲しいから泣いてるんじゃない。ただメットが巻き込んだ風で目が乾いただけだ。そう自分に言い聞かせて、灰色の海沿いを走り続けた。だいたい君は、一致とは同年代だったのか？正確な年は聞いておらんが、偽が同い年なんでおそらくは。しばらく走ってると豆粒ほどだった3台がみるみるうちに大きくなっていく。俺のために速度を落としてくれたと思った。左手刀を顔の前に立てて、すまん、足引っ張っての合図。すると前を走る花沢が速度落とせの合図。50キロ台で走ってると、やがて道の脇に現れるネズミ捕り。別に俺のためじゃなかったのね、とがっかり。その証拠にそこが過ぎると、また皆さんどんどん加速していくし。走り際に二血してるが、後ろ向きに手を振ってくれた。なんか知らんが癒された。残酷な天使のテーゼ、悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ、神話になれ。
海沿いの街中を抜けたあたりで俺たちを見失う俺の巻。ずっと前を走っていた3台が見えなくなり焦る。事前にルートを決めていたので違う道を走っているはずはなかったが、どこまで行っても偽たちの後ろ姿が見えない。見えなくなるほどの距離を離されたか。まさかこれってドッキリなどとあらぬ想像が頭をよぎる。とりあえずゴール地点の海水浴場を目指してひた走る俺。ドッキリでもいいや、2ちゃんに書くネタにならと半ばやけくそ涙目で吹いたわら。ドッキリてわら。海水浴場到着。はい、偽たちいない、ドッキリ決定。バカが見た豚のケツ。そのまま帰るのもあれなんで海だけ見ていくことにした。潮騒の音を聞きながら一服。良い夢だったなとしみじみ噛みしめながら2ちゃんに書き込むスレタイなどを考えていると、後ろで聞こえる排気音と聞き慣れた声。あー、やっぱり先に行っちゃってたか。偽信じてたよ。明日をつかめデビルマシーン魔人カイザー。勝利の勇士だ、お前の出番だ。待っていたぜデビルマシーン魔人カイザー。そのパワーで世界守っていくんだ。魔人カイザー。経緯説明。トイレ休憩と帰りのガスを心配して GS に立ち寄るビグスク3台。遅れている俺のために GS 道路脇に偽と細が立って手を振っていたが、俺は気づかずに通過。まあすぐに追いつけるでしょう。と言ってたら、核が立ちこけしてミラー破損、応急修理してたら遅れたという次第。〇〇さん無視して行っちゃうから焦りました。みんないなくなって怖かったよ。よしよし、お姉さんがアイス買ってあげるから。すんません、心配かけまして。こけしメーター覗き込みながら。おお、さすがビジネスバイク燃費いいね。自分の嫁さんが手振ってんだからちゃんと見つけなさいよ。嫁上はが豚っ鼻。ドッキリじゃなくてよかったと心底安心。俺5時にはバイトだから深夜まで残っててほしい。すでに嫁認定嫁扱いかわら。なんかみんな仲良くて羨ましすわら。みんないい人じゃねえかわら。続きはくてか。穏やかな海が爆音で渦巻く、炎が上がる黒煙の空で死神が微笑む、大地が割れる。叫び惑う人々の中をかき分け、俺は急ぐ迫り来る敵へ走る。ついに海の上へ到着。相変わらずの曇天だが、まあ泳げるだろうと海水浴決行。ここでなんと核が俺と同じく家から海パンを履いてきたという。妙なシンパシーを感じて女性陣が着替える間、しばし核と談笑。やっぱね、男なら家から海パンが基本でしょう。ですね。そこは譲れない不分率ですね。で、替えのパンツ忘れて帰りはノーパンとか？まさかの展開ですか？まさかです。準備万端のつもりだったが、思わぬ落とし穴。ちょっと涼しい帰り道決定の瞬間だった。アホわら。あわら。わらわら。バカスわら。続きまだ。泳いだ後に海の家で食う定番メニューはカレーかラーメンかで、俺と核の議論が白熱する中、着替え終わった女性陣登場。お待たせ。偽の声にわくてかして振り向くが、なんで上にデカ T 羽織ってますの？しょぼん。同様の不満を核が彼女の細にぶつけると、だってちょっと寒いし、あんたたちは肉着てるから感じないでしょうけど。二人揃ってしょぼん。細も結構ズバズバ言う人と判明。だがへこんでる男二人のもとへ女神降臨。じゃあ一斉のでみんな脱ぐ？偽愛してると心の中で叫ぶ。じゃあせーので。
俺の股間が熱き欲望の嵐を抱いて戦うために飛び出せゲッターな光景でした。肉来てるわら。角もそっち系だったのかわら。ピザかけるにわら。わくてか。ここで水着レビュー。細。パレオ付きのブルー系2ピース。スポーツ用にも使える品とのこと。水着になると相方の角との体格差がよりはっきり出るかなり細め。花沢。競技用水着。太めの人かと思ってたら俺なんかよりもずっと筋肉質でたくましい感じ。学生時代からスイミングやってたそうな。心の中で姉さんと呼ぶことにした。こけし。スクール水着かと思ったら紺のワンピ。背中は結構大胆に開いてる。小柄ながらも胸結構あった。俺的には残念。偽。セパレートかよ。その日一番のがっかり。セパレートだといかんのか。偽に何を期待していたんだわら。セパレもビキニも一緒やろが。やっぱりあれか、正式にお付き合いしてるわけでもねえやつに。そんな大胆に見せる道理はねえってことですか。内心のがっかりを若干顔に出しながらも、とりあえずおーという、ちょっとポーズを決めている細に口笛を吹く角。いいなお前のは。負けじとポーズと決める姉さん。なんかボディービルダーみたいです。しきりに背中の空き具合を気にするこけし。正面から見るとどう見ても胸が大きめの中学生です。早くも準備体操をして泳ぐ気満々の偽。水着の色気はゼロだが健康美はなかなか。見とれていると、お前らも脱げと姉さんの一括。はっきり言って人に見せられる体ではないが、角とともに思い切って脱ぎ去る。海の家に乙女3人の爆笑が響き渡った。爆笑。姉さんは乙女じゃないってことか。ぷよぷよだ。だらしなさすぎるぞちょっと。あんたまた太ったでしょ。大笑いの3人を尻目に一人の表情のこけし。すいませんね、これでもだいぶビリ教官に絞られたんですよ。とりあえずなけなしの男の意地を見せて、だいぶ鍛えられた腹筋をアピールするも、割れてなきゃ腹筋とは言わんのよ。とバッサリ切られる。曇天により客は少ないものの3人の笑い声に集まる注目に耐えられず、いそいそと服をまとうピザ2人。容赦ないですね。細はそこがいいんですけどね。のろける角にちょっとムカつく。せいぜい幸せになれバカ野郎。大太との急接近は来るのかわら。一致なぷよか。君と合体と正体不明のショータイム。泣きたい絶対夢じゃない愛の失踪。ここにあるのは心だけ。願い果てなきブラックホール。未来まで一つになりたい。泳ぐ前の準備運動でブートキャンプ応用編を一部実演して軽く受けを取った俺だが、おかげで泳ぐ前から疲れる羽目になる。さっさと泳ぎ出す姉さんと偽。どうもこの2人は本当に泳ぎに来たという感じ。角と細はちょっと高めの波と戯れながら2人でイチャコラホイホイイチャコラホイ。こけしは浮き輪にお尻を入れて波間を気ままにプカプカ。あれ俺どうしよう。孤立してる。細側の読歩に脳内変換されます。こけしいいなわら。こけしかけるぷよフラグかわら。もうこけしに行けわら。姉さんと偽は浮き合いかなた。角と細は2人の世界。こけしは1人だがなんか話しかけづらい。波打ち際で1人手持ち無沙汰。ここに来てようやく友達グループに入ってきた新参者の懐かしい居心地の悪さを覚える。小学校の時代の転校の思い出が走馬灯のように脳裏をよぎる。一人寂しそうにしてても気を使わせるだろうと思い、とりあえず泳ぎ出す。ここから1時間ほどメンバーの誰とも接触せずに
黙々と泳いでは休みを繰り返すことになる。所詮自分はロリオタプーであることを痛感する。ああ、別に自分から声をかけてもいいんだぜ。お前26歳だろ。フランクなコミュニケーションも必要なんだぜ。つーか、偽を好きになり始めてる時点で、ロリオタは脱出しそうじゃないか。ガンガレぷよ。いや、ぷよ隊員ガンガレ。見合いで偽大太と二人になった時を思い出せ。話せたのは随分経ってからの池ですねが初めてだっただろうが。なんだか、みんないい感じだったのに荷物番するよりかはマシか。何度目かの休憩をとっていると、アイスいるかと核に声をかけられる。正直、泳ぎまくった後なので、アイスよりも温かいものが欲しかったが、両手にアイスを持った核の行為を無にできずにいただいた。内と外から冷えていく体に身震いしながらも、これ以上の孤独に耐えきれそうにないので、核と談話。細さんは向こうでこけしと泳いでる。そうですか。会ったばかりだから会話が続かないことを火のごとし、とりあえず話題を振ったり振られたりで短い会話をポツポツと繰り返す。このメンバーはどういう集まりなんですか？どういう友達の輪かな。まず偽と花沢が高校時代からの友達で、それに細が入って、それに連れられて俺が入って、こけしさんが花沢さんのバイク仲間っていうつながり。ああ、なるほど。お見合いって自分から申し込んだの？いや、親が勝手に。緊張した？ほどほどに。お互い探り探りながらも30分ほど肉団子2つ並んで会話してた。肉団子かわいい。1時間孤独ってのも辛いなわら。男2人海辺で肩寄せ合ってると、偽が喜ぶぞ。しばらく核と話してると、上がってきた細とこけしが乱入。なんで偽さん喜ぶの？あの子そういうの好きだから。偽が負であることが確定。OK。予想の範囲内、問題ない。ぷよさん、あの子と付き合うならその辺受け入れられる？余裕。うちのおかんから英才教育受けてますんで。ぷよさんのお母さんも？貴婦人ってやつです。おお、偽さんいい人見つけたな。俺なんかあの手の全然ダメで。私も英才教育しようかな。やっぱり女性陣は負の集まりであることが判明。 OK。 予想の範囲内、問題ない。この後しばしおかんを話の種に盛り上がる。ちょわらぷよ母わら。ぷよの文才と打ちきっぷりに脱帽。これが後のぷよ男以下略。ぷよ母わら。ぷよ母わら英才教育わら。そろそろ昼食時になろうとしていたが、一向に姉さんと偽が戻ってこない。どこまで泳いでるんでしょうね。元水泳部同士だからね。ライバルだったとか？どうなん？別にそういうんじゃないんじゃない？高校の水泳部も弱小だったし、ほのぼの部活動って感じだったよ。てれってれー。新情報。偽と姉さんは高校時代に水泳部同士と手に入れた。付与のレベルが1上がった。体脂肪が20増えた。メタボリック度が89上がった。なんか好きな人の情報を仕入れると嬉しいもんだ。お前母ちゃんに感謝しろよ。偽とも出会わせてくれて話題の種にもなってくれてわら。その後沖合で泳ぐ2人を発見するが、戻ってくる様子がない。いい加減誰か呼びに行かない？腹減った。ぷよさんお願いします。なんで俺？このメンバーの中であなたしか泳げる人がいません。あなたの偽ちゃんに会いに行ってきなさい。俺のって。ぷよくん頼む、腹減った。あそこまで泳げる自信ありませんよ。この浮き輪使ってください。
でも、ごちゃごちゃ言ってないで言ってよ。私もお腹空いたの。細ついに切れる。その迫力に押され、俺はファンシーな浮き輪片手に海へ泳ぎ出した。さて、泳ぎ出したまでは良かったが、曇天と核のアイスのおかげで体の温まりは不十分。おまけに波が高かった。浮き輪をビート板代わりにえっちらおっちら泳ぐものの、二人が泳ぐ位置まではまだまだ遠い。途中声上げて手を振ったりもしてみたが、気づく様子なし。それでも諦めずに泳いでは手を振りを何度かやっていると、ようやく気づいてもらえ、向こうから近づいてきてくれた。おう、ぷよくん、こんなところまで頑張ったね。頑張る羽目になったのはあんたらのせいですの言葉をぐっと飲み込んで、そろそろ昼食にしようという旨を伝える。怒ってた？細さんがブチ切れてました。ほら、だから戻ろうって言ったのに。ごめんね、今年の初海だったから張り切っちゃって。ありがとね、向こうで待ってるよ。そう言い残すと、延々泳いでたとは思えないほどの速度でどんどん浜へ向かって泳いでいくとね、その体力を見せつけられ、俺の腐女子のイメージは根底から覆された。そしてあのタフネスな人と付き合っていけるか正直不安になった。大丈夫、ビリー隊長がついてる。2人の元までたどり着くミッションはコンプリートしたものの、どうにも体が疲れ果てており、泳ぐ元気がなかった。徐々に日も差してきて、海水もぬくんでおり、体力回復と少しでも体を温めようと背泳ぎ状態で、しばし波に揺られることにした。雲の切れ間から見える青空をぼんやり眺めていると、砂浜の方から放送が聞こえてくる。頭を上げて耳を澄ますと、途切れ途切れにその内容が耳に入ってくる。沖に目、遊泳直ちに沖合付近にサメ。その時の心境こそまさに、おま、19日に海水浴場沖にサメ出現で場所が特定されるかもしれんが、盛り上げネタでも何でもなく、当時俺はその海でプカプカ浮いてました。寺特定はら。放送の内容が理解できた瞬間、後頭部の髪がぶわっと逆立った比喩表現抜きで、普段ならニュースでサメ出没の方を見ても、襲われやしねえ、過剰反応しすぎプゲラと思ってたが、実際にサメのいる海で頼りなく浮かんでいるのは、この上もない恐怖、超恐怖。頭真っ白になってひたすら浜を目指して泳いだ。食われるとか上手とか、そんなフレーズは微体中浮かばない。もう本能、野生全開、アグレッシブビースト。やってやるぜ、そんな感じ。意識しなくても体がガンガン動いて逃げようとする。砂浜にたどり着いても反響乱。涙と鼻水垂れ流してあばばばばば。この時の俺は地上最強にかっこ悪かった。しかもそれを他メンバー一同に見られた最悪。冷静だったら間違いなく U ターンしてサメに食われる方を選んでた。すまんが誰かゴルゴ雇って俺を殺してくれ。1時間くらいは浜辺で放心してたと思う。店が話しかけてきても上の空。空腹だったことも忘れて、過剰運動で熱くなった体の熱に浮かされてぼーっとしてた。頭の中ぐちゃぐちゃで、サメの恐怖とか店に醜態見せたこととか、こけしから預けられた浮き輪を途中で放り出してきたとか、いろんなことが脳内メリーゴーランド。でも疲れ果てて、それを顔にも声も出せずに、ただただ座り込んで海をずっと眺めてた。ふと気がつくとメンバー一同が俺の横に一列に並んで座ってる。みんな無言で俺みたいにぼーっと座ってる。その時に口をついて出たのがすごくシンプルで俺の内心そのままのセリフだった。ああ、死ぬかと思った。
最初に笑ったのは角だったと思う。そこから連鎖反応でみんながクスクス笑い出して、最後には全員で一列に並んで大笑いしてた。なんか知らんが楽しい一瞬だった。ロリオタプーなのにすごい青春じゃないか。一致青春よかったなぁ。こけしは怒らなかったか？わら。まだ日は高かったが泳げる状態じゃないし、俺も疲れ果ててたので、そこで現地解散となった。帰り支度をしているとニセが来てくれた。ごめんね。大丈夫です。いろいろと言いたかったが頭が回らず言葉が出てこなかった。でも怒ってるわけじゃないことを伝えたくて、できる限りの笑顔で親指ビシッと立ててみた。後で鏡に映してみたらあまりにも決まってなくて泣けた。とりあえずそれでニセが笑ってくれたのでよしとした。各のまた集まろうという旨の言葉を締めにして解散となった。それぞれがバイクのエンジンをふかし始める中、俺は思い切って言ってみた。ニセさん、俺の後ろに乗ってくれませんか？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 きたー。なかなかやるじゃんわら。ごめんなさい、私の家逆方向なんで。これが現実だ。まあ場所を聞けば完全に逆方向。しかもかなりの遠距離。集合時間に間に合わせるために5時起きだったらしい。とてもその時の体力でニセを送って家に帰り着くのは難しかったので、内心ボーダの涙、外面笑顔でこけしの後ろに乗って遠ざかっていくニセの後ろ姿を見送った。しばらくは着いた時と同じように一服ふかしながら誰も泳いでない海を眺めた。心境的には夕日でも沈んでれば最高だったが、残念ながら午後3時、ちょっと早かった。だからとりあえず叫んだ。海のバカ野郎。そのまま振り返りもせずに相場にまたがると、鉄の振動もお構いなしにぶっ飛ばした。とにかくなんか切なくて悲しかった。だからとても思い出す余裕がなかった。途中でネズミ捕りをやってるなんて。切符切られました。今日の午前中罰金払ってきた。アホわら。おいわら。追記。家に着いたら携帯にメールが来てた。また遊びに行きましょう。いつになるかわからんが、その時はまた報告に来る。トッピンパラリのプー。いつになるかわからんのか。コーナやエッチのブログでも作ってくれわら。おつわらとりあえず就職せんとな。次すれもロリオタプーをつけてくれよな。嘘800のお見合いの一致。なんと相手も同じでした。ニセたちとツーリングで海へ行って仲良くなったイッチとその友達たち。これからのイッチとニセの関係がどう進むのか興味深いですね。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。